こんにちは、クリスティです。普段はアメリカの事件ものを扱っておりますが、今日はいつもの内容とは全く違う動画をお届けしたいと思います。私は11月7日土曜日初の飛行機にてアメリカから日本に帰国いたしました。年末年始に向け帰国をされる方が増えると思いますので、関空に到着する皆さんのお役に立てればと思いまして、この動画を今回アップさせていただきます。私は関西出身のため、到着空港は関西空港に限定されます。知り合いで東京に着いてレンタカーで関西まで戻ってきた方もいらっしゃいますが、私にはそこまでの気力も体力もありません。2020年11月現在では、北米からはロサンゼルスから週1回のみ関空行きの飛行機が出ています。私は日本には年に 1,2 回は戻っていますが、自分が住んでいる町から直行便が出ているので、ロサンゼルスを経由するというのは実は初体験でした。アメリカの国内線で移動するので、普段国内線に乗る感覚で、まだ早朝だったしコロナ禍だし混んでないかなと勝手に考えて1時間半前に空港に到着しましたが、それが大間違い。国際線チェックインが特別チェックインのカウンターと同じで、ペットを連れている人がたくさんいて、それで列が全然進まなかったんですね。途中で焦った夫が状況を説明し、みんなにじろじろ見られながらファーストクラスのチェックインの列に入れてもらいました。荷物を預ける際もちゃんと家で48ポンドほどに測っていったはずなのに、なぜか重量オーバー、中身を出して持ち込み荷物に詰め替えたりの作業を行う羽目になり、結局チェックインが済んだ時には搭乗開始まであと6分と言われる始末。3時間前に空港に来るようにと念を押されたのでした。セキュリティは幸いそんなに混んでなかったので、無事ゲートに到着、水も買ったりできたんですが、結局飛行機に乗り込んだのは一番最後でした。皆さんも時間には十分余裕を持ってお出かけください。マスクを拒否するような乗客もなく、ロスまでの機中はスムーズに過ごすことができました。ただ到着したゲートから国際線用のトム・ブレイディターミナルまでめちゃくちゃ歩きました。遠かったです。誰もいない通路を歩くのはなんだか妙な感じでしたが、乗り継ぎには3時間あるのが分かっていたので、ゆっくりぼちぼち歩いていきました。国際線用のターミナルに来ると、免税品店やいくつかのレストラン、スタバや売店は開いていました。人も多くありませんから心配なく動けます。ただスタバは長い列になっていましたね。私の便のゲートは一番奥でしたが、そちらの方にあるスタバは閉まっていました。国内線からの乗り継ぎだったので、ゲートで再度チェックインします。預け荷物はもう最終目的地まで行っているのですが、荷物の半券というかバーコードの提示を求められますので、なくさないようにお持ちください。そこで簡単に関空で迎えがあるのか、どこに2週間泊まるのかなどと聞かれました。日本国籍でない方は72時間以内に取得したコロナ陰性証明が必要ですので、ここで提示するようです。飛行機はスムーズに出発しました。機内はほぼ満席、空いている席は後ろの方にいくつか見えたかなというぐらいでした。12時間20分の飛行時間は長くて退屈でしたが、揺れることもなく無事関空に到着しました。日本時間の夕方6時45分、予定より5分早く関空に到着しました。長旅でお疲れの皆さんは立ち上がって荷物を下ろして早く降り立つそうにしていましたが、アテンダントさんに時間がかかりますので再度座ってと待つように促されました。空港職員の方が数人機内に入ってこられました。何を見ているのか分かりませんでしたが、コロナ検査を行いますというような説明をしながら通路を何度か往復していました。どれぐらい待たされるのかなと思いましたが、15分ほどで飛行機から降りることができました。その時点で7時ですね。で、順に降りていき、そしてすぐに通路に椅子が2メートルほどの間隔で並べておいてあり、そこに座って待たされました。関空では到着ゲートからトラムに乗って出入国管理の方に向かうんですが、そのトラムに乗る人数を管理して制限しているので、飛行機の比較的後ろの方に座っていた私はトラムに乗るまでに時間がかかりました。結局飛行機降りてから40分ほど待たされました。ただこの間も空港の無料 Wi-Fi につなぐことができたので、迎えに来てくれている家族に LINE を送ったりして連絡を取ることができました。ようやくトラムに乗り込み、降りるとそこはもう PCR 検査場になっています。そ
そこに到着したのは飛行機が着陸してからちょうど1時間後、7時45分でした。椅子に座って待ちますが、すぐに数人の係員に促され説明を受け、個人検査ブースに入ります。唾液を採取するのですが、そんなに難しくはなかったです。事前に聞いていたように、ブースには梅干しとレモンの写真が貼ってあって思わず笑ってしまいました。採取した唾液を係員に手渡して待合エリアになっているゲートに進みます。そこで時計を見たらちょうど8時でした。着陸してから1時間15分が経過していました。ここにはお手洗いも自動販売機もあります。そして Wi-Fi もつながりますから、ゆっくりと待つことができました。それぞれ番号が与えられるのですが、結果が出た人からモニターに番号が表示されます。早く降りた人たちから順に結果が出て移動していきます。私もついに45分ほど待った後、モニターに番号が無事表示され、陰性の結果が出ました。着陸してからちょうど2時間後の8時45分でした。そこから入国ゲートに向かいますが、全く混んでいないのでスムーズに通過できます。階段を降りてバゲージクレームまで行きますが、スーツケースはきれいに並べて置いてくれてありますし、大きな箱も一つ預けていたのですが、それはカートに載せてくれてありました。職員の皆さん、ありがとうございます。簡単に荷物を引き取ることができ、税関もスムーズに通過、無事出口に向かい家族と会うことができました。9時ちょうど頃だったと思います。出口から外に出るときはなんとなく今まで以上にたくさんの人に見られているように感じたのですが、それは1人ずつしか出てこれないからなのでしょうか。なんか恥ずかしかったです。機内でもらう用紙に LINE を登録すれば健康状態の確認などをそれで行うとのことでしたが、日本の携帯番号がある人のみ登録できるとのことで、私はありませんでしたから、電話で直接の健康状態チェックということになります。毎日保健所から連絡があるのかなと思いましたが、かかってきたのは3日後でした。体調に変化ありませんかなどと簡単に聞かれるだけです。2回目は1週間後にかかってきました。そしてその時に最後にもう一度最終日にお電話しますと予告してもらっています。公共交通機関を使わなければマスクをしてソーシャルディスタンスをとって行動してくださいとのことで、日用品の買い出しなどは外出しても構わないと説明がありました。なので帰ってきてから近所のスーパーに混んでいない時間帯を狙って行ったり、コンビニに行ったり散歩をしたりして過ごしています。今は秋晴れの毎日で気持ちよい日々をのんびりと過ごさせてもらっています。何かわからないことがあればコメント欄にぜひ投稿してください。わかる範囲でお答えいたします。無事に帰国できるかと不安を抱いていらっしゃる方も多いと思いますが、私の経験ではとてもスムーズに問題なく帰ってくることができました。これから帰国の皆さんも無事戻ってこられますように。今日はこの辺りで動画を締めくくりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。